ご視聴ありがとうございます。今回はあったら便利なのですが、なくてもなんとかなるんですけど、もうそれがないと作業がしたくなくなるようなアイテム、中途半端とも違う有用な道具ってことっすね。そんな道具をいくつか紹介したいと思います。一つ目、コウケンさんのナットグリップソケット。ボルトやナットを落とさないソケットです。ソケット先端近くにスプリングで押さえたボールが仕込まれてまして、ボルトやナットを軽く保持することができるという仕組みです。こんな具合に掴んでくれます。意地悪に振っても落としませんし、多少ぶつけてしまっても大丈夫。ネジを落としたくないややこしい箇所での作業に重宝する道具です。エンジンルームなどでとても便利。最近のアンダーパネルのついた車などでは扱いやすい道具っすね。落とさないという単純な機能だけでも便利なのですが、もう一点使いやすいところがありまして、ボルトをまっすぐに保持できます。奥まった狭いところにボルトを通しに行くときに、普通のソケットではネジが重さからクタッとしますので、ネジ穴に通しにくいことってあるっすよね。そんなところでこのナットグリップを使いますと、ボルトがシャキッとしてくれますので、狙ったところに持っていきやすく、今までストレスが溜まっていた作業を簡単にこなすことが可能です。私はこれ絶対に使う場面がありまして、ドラム式の洗濯機メンテナンスでは必ず使う道具です。ネジを落とさずまっすぐにボルトを持っていけます。普段から頻繁に使うことはないけれど、特定の作業でとても役に立つ。一度この楽さを味わうと離れたくない、そんな道具となってます。普段使いしない理由としては、ネガというかも一応ありまして、ネジ穴に差し込むのに少し抵抗があるのです。ネジの保持機構であるボールを押し上げる必要がありますので、ソケットをネジに押し付けるというのか、押し込むと表せばよいのか、とにかく普通のソケットの感覚では使えません。初めて使った時は違和感がすごかったっすね。それから抵当ボルトには使えません。保持用のボール結構奥まったところにありまして、抵当ってほどではなさそうなネジでも保持できない、使用できないことはございます。あとは耐久性が不安です。キャッチのボールが飛んでいってなくなるとか、ボールが入る部分は穴が開いていますから、ここから割れるという話も聞いたことがあります。この辺を理由に便利な道具ではありますし、必ず使う作業はあるのですが、どちらかというと特殊な道具だと感じています。コウケンさんのナットグリップソケット。持っていて損はないアイテムだと思ってます。ネジを落として困った経験のある方におすすめしたいですね。セット買いも良いと思いますが、個人的には使えそうなサイズをバラで買うことを勧めたいです。機会がございましたら手に取られてみてください。2つ目、ハゼットの首振りエクステンション8822の3。他社品の名称なのか、ウォブルプラスなんて呼ばれるアイテムです。浅くソケットをはめますと首振り。奥まで差し込むと固定して使える2通りの使い方ができるエクステンションです。コウケンさんがオリジナルとされてるっすね。ハゼットのこれ100ニュートンまで耐えると書いてありまして、気になって買いました。よく考えればストレートにした状態でということとは思いますが、高耐久を期待して、売り文句にやられた感じっすね。ウォブル機能はこんな感じ。ユニバーサルジョイントよりも振り角は小さいですが、関節ロックみたいなことにはならず、無理なく自然な形で使えます。で、押し込むとストレートに固定。大きめトルクをかける場合はこっちで使うっすね。ハゼットを使ってみて気に入っているのは扱いの気軽さです。本体が軽いというのと、それからソケットの抜き差しが軽いんです。もう一本スナップオンのを使ってるんすけど、そちらはスナップオンらしくソケットの付け外しが結構にきつくて、特に入れるときに斜めにも入るものですから、ドゥルンってなることがあってちょい苦手でした。私不器用なので、こういうのでつまらない気がしそうになるんですよね。ハゼットはスルッと入ります。ソケット付け替えでストレスがなく、エクステがいらない場面でもこの扱いの楽さを期待してこれつけてることもあるっすね。
反面ソケットが抜けやすいので、奥まったところやややこしいところではあんまり使う気にはなりません。ウォブルってややこしいところで使いたくなること多いので、この緩さは本末転倒というかデメリットにもなると思っています。ここプッシュリリースにできたりしたら使いやすそうに思うんすけど、どうなんすかね。難しいのかもしれません。もう一つ、ウォブル系全般の弱いところではありますが、角部分のメッキが剥がれます。プラグレンチに組み合わせて使うことも多いのですが、メッキ片がプラグホールに落ちたら嫌だなと心配にはなるっすね。100ニュートンまで耐えるというのをこの辺も強いと勘違いしまして、私が悪いんすけどちょっと踊らされた感はありました。この辺を理由として私は頻繁に使う道具ではありますが、万人に受ける道具だとは思っていません。好き嫌いの分かれるアイテムと感じています。ハゼットの首振りエクステンション8822の3、使用感に全振りしたような印象を持つアイテムです。刺さる人にはバッチリなアイテム。気になりましたら手に取られてみてください。最後はこちら、トネさんのギアラチェットアダプター。ボックスエンドと組み合わせて使うアイテムで、これをつけることでレンチにソケットを装着可能となります。メガネレンチと組み合わせるとこれだけスマートになりますので、スペースが厳しい場面で使えることも。最もポピュラーな使い方として宣伝されるのは、名前からもわかりますが、ギアラチェットとの組み合わせでしょう。一般的なラチェットに比べてハイトも少し抑えられ、マルチサイズに対応した道具に早変わりいたします。コンパクトなのにプッシュリリース機能付き。返しというか、つばがついていますので、ソケットをつけてしまえば、どちらの方向にも抜けなくなります。ややこしいところにこれだけ置いてくることはありません。この道具、めっちゃアイデア製品で素晴らしい道具だと思っています。メガネ使っていて、あと少しハイト欲しい時など、これで解決ができますし、この小さな道具が一つあるだけで、ギアラチェなどに汎用性を持たせることが可能となります。私はマルチアングルラチェットと組み合わせて使っています。マルチポジションラチェットみたいに使えますから、縦方向にストロークさせることでネジを回せるようになります。ラチェットが触れないような環境で助かることも。マルチアングルをサイズごとに揃えていくと大変ですが、このアダプターがあればとりあえず1本いろいろと試せます。ただ紹介しておいてなんですが、私はこれほとんど使っていません。先ほどから申していますが、アイデア商品でとても良い道具だと思ってはいるのですが、使ってないですね。マルチポジションは操作感になれず最後の手段と考えていますし、普通に使う場合にもわざわざこれを組み合わせるより一般的なラチェットが感触は良いですから、これ使う機会があまりなくて。私の発想力が乏しいのが原因とは思いますが、当初の期待ほどは使えていないというのが実情な道具です。トネさんのギアラチェットアダプター。頭の中ではこれ未だに素晴らしく便利な道具だとは思っています。ピンときました方、試してみていただきたいと思います。変わり種というか隠し玉というか3つの道具を紹介させていただきました。どれも刺さる方には最高の道具となるでしょう。皆様のおすすめ道具は何でしょうか。教えていただけましたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!